コケテラリウムを育ててみたいけど育て方が難しそう思っている方はいらっしゃいませんか？一番よく聞かれるご質問は水のあげ方について。実はコケテラリウムの育て方は思っている以上に簡単なんです。週に1回程度の水やりでいつまでも育てることが可能なのをご存知ですか？今日は西予苔園苔見沢が販売している代表的なコケテラリウムを例にタイプ別のコケテラリウムの水のあげ方を動画で解説していきます。コケテラリウムの水のあげ方をご紹介していきます。西予苔園では様々な形のコケテラリウムを販売しておりますけれども、こういったボールタイプの少し大きめのもの、こちらの少しコンパクトな筒型のコケテラリウム、そして手のひらに乗るタイプの大きさのコケテラリウムであったり、筒の状態のコケテラリウム、こういったコケテラリウムを販売しています。それぞれ容器の形状ですとかコケの種類によって水のあげ方が多少異なりますので、それぞれ詳しく解説をしていきたいと思います。普段の水やりのお手入れであると便利なものをご紹介していきます。まずはですね、基本となるのがこちらの水差しです。続いて霧吹きです。まず水をあげる際に基本的には水差しを使って水をあげるのが基本的な水のあげ方になります。コケテラリウムの使っている苔の種類によって乾燥に弱い苔などがありますので、乾燥に弱い苔は直接霧吹きを使って苔に水をあげるというようなこともしていきます。そしてペーパータオルですね。キッチンペーパーです。これは水をあげた後に容器を拭き取ってきれいにするという時に使います。そしてピンセットです。ピンセットは容器を拭き上げる時に、キッチンペーパーをこう挟めてですね、中まで拭き上げるのに使います。それではそれぞれ容器別に水のあげ方を実際に説明していきたいと思います。まずは筒型のタイプのものです。筒型のタイプのものは土の高さがあります。でこの下に、水が見えますけれども、この水を絶やさないように土を湿らしてあげるというのが基本的な水のあげ方になります。そしてこちらの苔ですね。苔にも直接水をあげるといいでしょう。水やりの頻度は週に1回もしくは2週間に1回で十分です。実際に水をあげていきます。こちらの水差しでこのようにピューッとあげていきます。このようにピューッと水をあげていきます。これぐらいですね。そうするとこちらは玉苔になりますが、玉苔も乾燥に弱い苔なので直接かけるように水をあげていくといいです。今回ですけれども、少し容器の中に水が溜まってしまいました。このような状態になるとあげすぎなのでスポイトで取っていきます。水をあげすぎた場合はこのようにスポイトで水を取ってあげるといいと思います。スポイトもあると便利ですけれども、スポイトがない場合はキッチンペーパーを丸めて入れてあげてですね、水を直接吸わしてあげるといいと思います。なるべく土全体が湿っている状態で、かつここに水がたまらないような状態、それがベストです。逆に水をあげすぎてしまうと夏場になると特に中がカビやすくなってしまいますので、水のあげすぎは夏場は特に気をつけてください。それでは水をあげた後のメンテナンスです。このように容器についた水を拭き取ってあげます。容器に水滴をつけたままにしてしまうとカルキ汚れですとかカルシウムの汚れとかがついて
容器内が真っ白になってしまいますので、なるべく水をあげた後にきれいに拭き上げてあげるようにしましょう。水をあげましたら蓋をして置いておきます。2週間に1回もしくは週に1回このように水をあげてください。卵苔のように乾燥に弱い苔の場合は乾燥してしまうと縮れてきます。こちらの中少しですけれども、こちらの場合は若干卵苔が縮れていますので、この縮れたような状態が確認できましたらその都度水をあげるようにしてください。続いてボール型の苔テラリウムの水をあげ方をご紹介します。こちらも基本的には水差しで水をあげていきます。下の土や砂がしっかり湿ってくるまで水をあげましょう。このように下の土の状態もしっかり確認して、土が乾いているようであればしっかり水をあげてください。全体的に水が行き渡れば大丈夫です。石がある場合の作品であれば石にもしっかり水をあげてください。そうしていくと若干水が溢れてきてしまいましたので、これはあげすぎです。キッチンペーパーなどで水を吸ってあげるようにしましょう。このような場合ももしあればスポイトがあるとかなり便利です。苔にもしっかり水を与えるようにしてあげましょう。このようなボールタイプの苔テラリウムは蓋をつけていれば2週間に1回程度の水やりで大丈夫だと思います。卵苔のような乾燥に弱い苔が縮れてきた場合はその都度水をあげるようにしてください。目安としては週に1回霧吹きで軽く苔を湿らしてあげるっていうのと、2週間に1回下の土も含めて水差しでしっかり水をあげるというのがいいと思います。水やり完了です。続いてこちらの円柱型の苔テラリウムの水のあげ方をご紹介します。こちらに使っている苔は細葉オキナゴケという苔です。細葉オキナゴケは割と乾燥に強い苔になります。細葉オキナゴケのこのような作品の場合は週に1回程度水差しで周りの土を湿らせてあげる程度で大丈夫です。それではやっていきます。水差しを使って土全体を湿らしてあげるように水をあげます。このように側面から見て土が湿っているようであれば問題ありません。このように最後水を拭き上げてあげて蓋をしておけばこれで完了です。霧吹きで水をあげる場合は容器全体が水滴で濡れてしまいます。霧吹きであげる場合でも問題はないのですが、この拭き上げる手間がありますので、この手間を考えるとやはり水差しで水をあげるのがいいかと思います。これで蓋をしておけば大丈夫です。続いて少し大きめのボール型の苔テラリウムの水のあげ方を紹介します。こちらは卵苔を使った苔テラリウムになります。卵苔は乾燥に弱い苔になりますので、まずは霧吹きで全体的に水をあげましょう。週に1回程度でいいかと思います。霧吹きで水をあげた場合はガラス容器の水滴をしっかり拭き取ってあげるようにしましょう。
このようにピンセットを使って容器を引き上げてあげるとよりきれいに仕上がります。続いてこちらの下の土や砂の面に月に1回程度しっかりと水をあげるようにします。ようにたっぷり水をあげられました。これでこのように蓋をしておけば大丈夫です。続いてボール型の苔テラリウム、こちらは荒野の万年草を使った苔テラリウムの水のあげ方をご紹介します。荒野の万年草は乾燥に非常に弱い苔になります。乾燥してくるとこの葉っぱがすごく縮れた状態になってきます。乾燥によるダメージを防ぐために週に1回程度直接葉っぱに霧吹きで水をあげましょう。水をあげたら容器をきれいに拭き上げます。続いて荒野の万年草ですが、容器内の湿度も高く保っておくためにやはり下の土の水分も常に湿らしている状態を作り上げます。これも基本的には水差しを使って水をあげていきます。これも1ヶ月に1回程度でいいかと思いますが、土の乾き具合に応じて水をあげる頻度を変えてあげるといいと思います。大体このようにしっとりした状態を保ってあげるといいと思います。荒野の万年草の水のあげ方になります。続いてこちらの石に活着させた苔テラリウムの水のあげ方をご紹介します。こちらは活着している石に対して直接水差しで水をあげていきます。このように石全体をしっかりと水を吸わせるイメージで水をあげていってください。だいたいこれも週に1回程度でいいと思います。そして下の土がもし乾燥気味になっている場合は容器内の湿度を保つために下にも水をあげるようにします。このように土がしっとりと常に湿気があるような状態で保つようにしましょう。でこのように蓋をしておけば大丈夫です。週に1回もしくは2週間に1回程度このように水をあげるようにしてください。以上が基本的な苔テラリウムの水のあげ方のメンテナンス方法になります。あまり難しくはありませんので、週に1回もしくは2週間に1回程度苔の状態を見ながら乾燥状況なども見てあげて、乾燥しているようであれば水をあげるというのがいいかと思います。逆に水をあげすぎてしまうと夏場はカビですとか蒸れのトラブルにもつながりますので、あまり水をあげすぎない程度にしっとりと水をあげるというのがコツです。容器が曇ってきた場合はまた別の動画で容器が曇ってきた時のメンテナンス方法をご紹介していますので、そちらの動画も参考にしてみてください。それでは苔テラリウムの水のあげ方のメンテナンス方法でした。最後まで見ていただきましてありがとうございます。失礼いたします。